はい、どうもこんにちは。カイゴでございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。とある生物の尻尾ということでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。謎の魚の尻尾。っていうことでね、見てください、この大きな尻尾。これは一見ね、タチウオの尻尾みたいなんですけども、この正体が向こうの部屋にありますので、移動しましょう。はい、普段の撮影部屋はここなんですけど、で、こっちにね、ビニールシートをたくさん引いて用意しました、特設ステージ。ほら、こちらですね。この魚の名前が、酒頭っていう魚なんですね。石垣島の漁師さんが取ってきてくれて、いただきました。で、動画ではね、なかなか伝わりにくいんですけど、めちゃくちゃ大きいんですよ。僕の手の完全に僕の手のひらより体高があって、もうタチウオの指5本とかそういうお話じゃないんでね、指15本ぐらいです。こんなに珍しいお魚なんで、ちょっと皆さんで観察していきましょう。まずこちら顔がこれですね。もうね、なんせこの目がすごい大きいんですよ。でね、ぷよぷよ、ほら。で口がこれよ。すごっ。で、上にね、若干牙がついてますね。下にも若干牙がありますね。エラがこんな感じ。ちょっと鮮度は落ちちゃってるんですけどもね、エラもさすがに大きいですね。で、お腹はこちら。で、内臓は抜いてくれてあります。でね、これ身質がね、水っぽいのか油が乗ってるのかわかんないですけど、プリプリで真っ白な身質ですね。いやー、これまた珍しい魚が入りましたよ。で、今日使うのは、もうさすがにね、このたくさん一匹使えないんで、この真ん中の一番いいところの、さらに真ん中のここら辺を使っていきますね。じゃあ、こちらの部位だけ、あっちのまな板に移動したいと思います。まな板に移動。はい、というわけでね、持ってきました。こちらの真ん中の一番いいところ。で、一応ネットでも調べたんですけど、食用には向かないって書いてあって、でも食べれるらしいです。ということで今日はこちらの酒頭を使って2品作っていきたいなと思います。1品目、やっぱりこんな珍しいお魚入ったんで、お刺身。で、2品目、火を通した方が美味しい魚っていうのがいるんですよね。なので、タチウオに出たんで、塩焼きにもしていきたいなと思います。なんで、お刺身と塩焼きの2品作っていきたいなと思います。じゃあ、さばいていくんですけども、ここら辺からカットします。あ、めちゃくちゃ包丁がね、すんなり入りますね。で、こっち側も落としていきますね。スパッていきますね。で、断面がこんな感じですね。めちゃくちゃ変わってる。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。12個に分かれてますね。なんだこの構造。初めて見ました。はい、このようにブロック分けできました。これでもまだ大きいですけどね。そしたらこのヒレ。綺麗なヒレですね。このヒレはね、お邪魔なんで落としていきます。おー、簡単に落ちましたね。これが縁側の部分じゃないですかね。はい。そうしたら、じゃあ塩焼きはこのぐらい取っていきます。塩焼きを。そしたらこっちは3枚におろしていきます。大名おろしみたいな感じでおろしていきます。いきます。難しい。骨が柔らかいから、ちょっとでも気抜いたら骨の下に身がいっちゃいますね。こんな感じ。そうしたらこっち側もおろしていくんですけど、どうやらこの魚は腹骨がないタイプのお魚なんで、ここからおろしていきます。骨だけを外していくイメージで。縁側には骨がありますね。縁側の骨だけを取る感じ。これが骨ですね。これが下の身。はい、で、このように3枚におろせました。そしたら、お刺身今日はこっち側だけ使っていきたいと思います。いつもご近所さんにあげるんですけど、こんな得体の知れない魚はさすがにあげれないので、これはもう冷凍して厚みに送りつけます。はい、そうしたら皮を引いていきます。おー。見てこれ。すっげえ綺麗な身してる。綿あめみたいな身質してますね。じゃあこっち側も剥いでいきます。ここは縁側なんであんまりお刺身には向かないと思いますんで、こう来て、こういきます。皮は結構強いですね。はい、こんな感じ。こっち側はちょっと筋っこいですね。はい、そうしましたらこのように皮が引けた身を、こちら。氷食塩水ですね。この中につけて、軽く1分ぐらい洗っていくイメージでつけていきます。これやると浸透圧の関係で、この身の中のね、余計な水分とか汚れ、ぬめりが取れて、よりお刺身で美味しく食べれますんで、これやっていきます。はい、では1分経過しました。揚げていきます。そうするとね、表面若干ヌルヌルしていきます。これでいいんです。そしたら水気をしっかりと取っていきます。はい、このように完成しました。あとは切っていくだけですね。はい、そうしましたら次はお刺身に使うつまを作っていきます。今日はこれ赤とさかで大根でつまを作って、きゅうりでわさびケースを作ります。で、みょうが、大葉、パセリ、もみじ。
はい、このようにつまが完成しました。はい、次はきゅうりでわさびのケースみたいなやつ作っていきたいと思います。先端を落として、4方向入れていきます。で、このように4方向入りましたら、これをくるってるとパコンと取れます。これでもいいんですけど、さらにここを落として、ここに沿ってまた入れていきます。で、またさらにくるってると、こういう風に取れます。そうすると、こういう風にね、模様がついて、綺麗なわさびケースができますんでね。次、みょうが。みょうがはもう、スライス。はい、こういう感じにできました。つまができましたので、こちらを切って盛り付けていく。はい、そうしましたら、次、塩焼きを作っていきます。まあ、塩焼きは簡単です。塩を両面に振っていきます。ちょっとね、今日はしっかりめに塩していきます。はい、そうしましたらこちら、焼いていきます。焼き上がり後に移動。はい、綺麗に焼き上がりました。なんかね、すげえ水が出てくるの。で匂い自体はね、美味しそうな匂いするんですよ。ほんとタチウオの塩焼きと一緒の匂い。がね、不思議な感じなんですよね。油があるってわけじゃないんですよ。水。すげえ楽しみですね。それじゃあ実食といきますか。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちらがお刺身。で、こちらが塩焼き。お刺身はね、とっても美味しそうなんですけど、塩焼きがね、時間が経てば経つにつれ、こう、水が出てきてるんですよ。怖っ。さあ、じゃあどこら辺いただこうかな。ここら辺を持って、わさびをちょっとつけて。で、今日は濃い口醤油を用意しました。ちょんちょんとつけて、見て、この油。皆無ですね。それじゃあ、いただきます。はー。これはびっくりした。生の水だこの刺身。もうまさしくそれ。すごい美味しいですわ。でも、あの魚なんだなって考えると、ちょっと気持ち悪い。なんでタコの風味がするんだろう、これ。では次、こちら。問題児の塩焼きの方いただきたいと思います。はい、じゃあね、箸を入れますよ。せーの、よいしょ。お、意外に弾力はあるな。さあ、生の状態ではタコでしたけども、火を通したらどういう風に化けるんでしょうか。じゃあこちら、いただきます。タコなんだよな、味が。ごめんなさい。それしか感想が出てこない。はい、ということで、今日はこちらの酒頭のお刺身と塩焼きときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん！黄色のやつ！今日はちょっといろいろ事情がありまして、グラスからの登場でございます。はい、こちら、10対0ですね。いただきます。うめえ！残りのあんだけの身どうしよう。とりあえず冷凍だな。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は巨大な深海魚、酒頭っていうお魚をお刺身、塩焼きにして食べてみましたけども、なんとも感想の言いにくい魚でして、ほんと口の中に入れた時ね、プニプニなんですよ。お刺身も塩焼きも。味がとっても魚の味じゃないんですね。あれみたいですよね。竜宮の使い、いつか本物の竜宮の使いもさばいて食べてみたいですね。ということで、今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。